あれは親父はもう見ないの？親父ってお父さん何を？幽霊。もう見ないね最近は。やっぱり薬だったのかもしれないね。いやいやって4月から見てんでしょ。結構はっきり見えてたからね。俺は死んでないよっつって。そうなんですよ。なんだよ、ここをね、向こうからこっち渡ってったんだよ。これは死んでないよっつってさ、ちょうどそれが祭壇があった時だね。ああ、そこに。それでその後はだからお茶飲んだりお寿司食べたりなんかしてたんだよね。家の中を歩いてったの？そう、そこののれん園からこの祭壇の前を通って向こうへ抜けてったんだよね。それがいつなの？死んでねすぐだったね。4月？うん。俺は死んでないよっつって。そう。でもやっぱり死にたくなかったのかもしれないね。誰と晩酌しないで行っちゃったからね。確かに。前日まで普通に元気だった。そうだよね。日めくりカレンダー破いてたから。本当だよ。4月ってことでしょ。死んで2、3日経ってからだね。これ仏壇の前を通り過ぎてったんだから。で、俺は死んでないっつって。俺は死んでないよっつってさ、でその後にお茶飲んだりおにぎり食べたり。それは秋の話でしょ。もうちょっと枯葉が出てきた頃かな。だ春から見てんだから薬関係ないよ。そうかな。だったら何だったんだろう。幽霊だよ。幽霊かな。だってさ、私が見たのはね、おじいちゃんがシャリンってつくやつあるじゃない。言ってたわ。尺状、シャン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 。それをねついてね、浅草のね中店をね歩ってるんですよ。はい。それでさ、周りにそういう同じような格好した人が運んで歩ってるっていうのは見えたんだよね。それさ、すげえ昔八幡塾の家の頃で。そう。それであとはおばあちゃんが大きな顔になっちゃって「よしこー!」って言ったら大きな声で呼んでるの。葬式の日でしょ。通夜の線香のなんだかよくわかんないけどさ、そうやって最後の声かけしたみたいな感じだったけどね。母ちゃんが見た幽霊の話、今喋ってたエピソードよく覚えていて、それについて喋ろうと思います。今から30年以上前、今年40の僕が4歳とか、母親がおじいちゃんって言ってるのは母親のお父さん、僕から見ておじいちゃんって話ですね。その頃おじいちゃんが亡くなりまして、で、一周忌迎えるちょっと前ぐらいだと思うんです。まだね、借家に暮らしていた頃で、家族4人川の字になって、一つの部屋で寝ていて、僕なんかは母親と同じ布団で寝てました。だからかな、よく覚えてるんですよね。夜中ですね、隣で寝てる母親がうなされてるんですよ。うううう言ってて。たまに寝言で、すいません、ごめんなさい、みたいな謝ってるんですよ。なんか怖いから、親父を起こして、お母さんがなんか喋ってるんだけど眠りながらって。で、親父が起きて、何やらうなされてるなぁと。怖い夢でも見てるんかな。そんな風に、ちょっと観察してたら、母親がガバって起きたんですよ。何やら怖い夢を見たらしいと。で、それが、おじいちゃんが、尺状、お坊さんが持つ杖みたいな、シャン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 、なるやつあるじゃないですか。それを、その浅草の仲見世通りみたいなところ、で、お供の高僧みたいな、同じように尺状を持った
人たちを何人も従えて、シャン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 地面も叩いてるんですって、尺状で。幽霊というか、夢の話なんですけどね、結局。だけど、それを見て怖かったって言ってて、おじいちゃんが怒ってるのかもしれない。そんなこと言ってて、その週末にお墓参り、東京なんですけど、家族みんなで行ったっていうのを覚えてます。まあ、母方のおじいちゃんって、主人公タイプっていうのかな。一代で財を成した人で、若い頃に山梨の田舎から東京に出てきて、関東大震災の頃でしょうかね。鉄道に代わる乗り物っていうことで、東京でタクシー会社を立ち上げて、ある程度軌道に乗ったところで売却。それでできた資金を元手に、これからは学力の時代だって言って、神田神保町で戦前ですけどね、古本屋経営してました。その後には新宿でゴルフ場を経営したり、晩年になってはモーテルっていうのかな、そういう宿泊施設をのんびり営んだり。まあ母親なんて一人だけ戦後生まれ、兄弟の中でも甘やかされて育ってるんでね。お嬢様なんでね。だからか、生前おじいちゃんが怒ってる、叱ってるみたいな姿って見たことがないらしいから、夢の中で尺状をね、シャン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 ぶったたいてる姿を見て、怖いって感じたらしいんですよ。次はおばあちゃんの話。これも母親のお母さんの話ですね。僕から見ておばあちゃん。おばあちゃんの話って他の動画で喋ってるかもしんないんだけど、不思議なこと結構起きたんですよね。もともと意地悪ばあさんみたいなちょっかいばっかかけてくるおばあちゃんでした。僕なんかは、その一番下の娘、母親なんだけど5番目。その人が産んだ2人兄弟の下、一番下の孫にあたるんで、やたら構いたいんでしょうね。もう5歳ぐらいの僕がうんざりしてたぐらいなんで、まあ、茶目っ気たっぷりな、元気なおばあちゃんって感じだったんだけど、僕が小学校1年生の頃に亡くなりまして、だからこれもよく覚えてます。お通夜の晩で線香を一晩中灯しておくじゃないですか。で、あれを代わり番号に順番決めて夜中起きて火つけてみたいなのをまあ親戚でやってたんですけど、まあ母親のまた夢の中におばあちゃんが出てきまして、でっかい顔になって、よしこって。よしこっていうのはうちの母親の名前なんだけど、起こされた。その時間が母親が線香をね、代わり番するタイミングだったっていう、そんな話なんですけど。おばあちゃんの通夜は一晩中自動ドアが誰もいないのに開いたり閉まったりしたり、あと親父がのれんの裏側に白装束を着た人が立ってて、それがおばあちゃんだったんじゃないかとか不思議なこと言ってたり、なんだばあちゃん死んだ後もいたずらばっかしてるんだなって語り草になってました。そしてお父さんですね。動画を上げたのが去年の秋。その頃にお父さんを見てるって言ってたんだけど、実際は親父が死んだ春ぐらいからお母さんはお父さんを見てました。俺は死んでないよって言って目の前歩いてった。これはね、母親の介護をしてたのが親父なんですよ。僕らももちろん参加してましたけど、一緒に住んでたの親父なんでね、お父さん。まあ心配だったんですよ、母親が。心残りというか、一人で寂しくなっちゃうから、俺は死んでないよっつって。だから寂しがんないで。息子の僕だからよくわかるけど、親父だったらそういうこと言うよね。なんか不器用な感じがとても腑に落ちます。最近はもう親父の幽霊というかそういったものを見ないみたいです。来月4月、ちょうど一周期で納骨をするんで、また何かあったら動画で報告しようかなと思います。